勝手に機動戦士ガンダム45周年企画、ファーストガンダムのシンプルに作り込まれたこの造形美を今回はウェザル。どうもダディです。今回は RX78 にファーストガンダムを筆塗り全塗装し、塗りムラを生かしたウェザリング仕上げで制作していきます。オープニングちょっとちょけちゃいましたが、制作は真面目に行っていきますので、それでは一緒に作っていきましょう。フェーズ1仮組み。内容物はメインのランナー3枚と作りやすい分量ですね。ではニッパーを使ってパーツを切り出していきましょう。ランナーを少し残してカット。片刃ニッパーで2度切り、すべてのパーツを切り出します。あとは説明書通りにサクッと組んでこんな感じ。色分けもほぼ完璧ですね。フェーズ2パーツ処理。では紙やすり、スポンジやすりを使ってゲート跡をきれいにしていきます。胴体のパーツはポリキャップを外してからヤスリ掛けをします。別々にすると段差ができたりしますし、同時にヤスリ掛けする方が効率的ですね。400、600、800番とヤスリ掛けをします。そして今回ふくらはぎのパーツの合わせ目消しを行っています。左が処理後ですね。あとは同じように全てのパーツをヤスリ掛けしていきます。フェーズ3サフ拭き。こちらヤスリ掛けが終わったパーツですね。今回筆塗り全塗装なんですが、先にグレーのサフを拭いていきます。こちらの2点はサフは拭きませんので外しておきます。もちろんスプレー缶で行っても大丈夫です。サフ完了ですね。完全に全てグレーにしました。フェーズ4塗装。ではまずフレーム、武器類から塗っていきます。ブラックとグレーを混ぜてダークグレーを調色します。こんな感じにしました。では早速塗っていきますが、今回の筆塗りポイントは2つ。重力方向に向かって塗ることと、塗りムラを気にしないことのこの2点になります。見てわかる通りかなりムラムラでしょう。で、だいたいこんな感じに仕上がりました。フレーム、武器類をすべて塗っていきます。次はグレー、ホワイト、ブルーで調色してアーマーの白いパーツを塗っていきます。ブルーはほんの少量です。こんな感じのライトグレーにしました。こちらも先ほど同様に重力方向に向かって塗っていきます。この色は2度塗りしています。で、こちら2度塗り後ですね。そしてしっかり乾燥させてからは、次はその上にホワイトを塗っていきます。こちらも1度目はこんな感じなので2回塗り重ねていきます。で、こちら左が2度塗り後、右が1回だけ塗った比較ですね。持っている塗料で隠蔽力が違うと思うので、ここは好みですね。で、次はブルーのパーツを塗っていきます。今回はコバルトブルーで1度塗りしました。しっかり乾燥させて、次は水色というかスカイブルーのような一段明るめのブルーを使って塗っていきます。こんな感じの色合いです。これも一度だけで十分発色したので、1回塗れば OK です。次は黄色のパーツです。まずはイエローを塗っていきます。これも一度塗りだけで OK です。こんな感じです。次にオレンジイエローを調色して塗っていきます。これも一度塗りで大丈夫でした。仕上がりはこんな感じです。次は赤のパーツ、ブラウンとレッドでモンザレットを作って塗っていきます。これも1回塗れば OK ですね。こんな感じの仕上がりです。先ほどのモンザレットにピンクを入れて1段階明るくして塗り重ねていきます。こんな感じの色合いです。こちらも一度塗りで OK です。ツインアイは熊取り部分をエナメルのブラックで塗っておきます。こんな感じですね。と怒涛の筆塗り全塗装が終わり、組み立てたのがこちらです。すっごい塗りムラと塗料の光沢のせいで大丈夫なのって感じなんですよね。僕もやってて不安でした。小学生の時マジックで色塗りしてたんですが、こんな感じになったよなーって記憶が蘇ってきましたね。シールドはこんな感じ。こちらもムラムラしています。ではここで一度半光沢のトップコートを拭いておきます。フェーズ5ウォッシング。こちら半光沢を拭いた後ですね。塗りムラがより一層目につくようになりました。で、今回はウェザリングカラーのグランドブラウンでウォッシングしていきます。よく瓶を振ってから瓶から直接塗料を塗っていきます。
パーツはこんな感じで分けています。もちろん武器やシールドも全てのパーツを塗っていきます。これが塗り終わり後ですね。いつもなら10分15分置いてから拭き上げるんですが、今回はすでに半光沢のトップコートを拭いているので、ここからウェザリングカラーの専用薄め液で拭き取っていきます。今回は綿棒に薄め液をつけて、こちらも重力方向ですね、下に向かって塗料を拭き取っていきます。かなり綿棒いっぱい使います。で、今回の拭き取りなんですが、少し濃いところと薄いところ、濃淡を意識して拭き上げていくといい感じになると思います。こんな感じに拭き残しがあってもいい感じになります。で、こちら拭き取り後ですね、ワントーン落ちるので、塗装の時に本来のカラーリングより一段明るめの塗装をしています。で、ウォッシングでは拭きムラを残して拭き取っていく。それによって塗装の塗りムラと調和してグラデーションのようになっていきます。シールドはより一層拭き取りを甘くしています。使い込まれた感マシマシです。フェーズ6スポンジチッピング。では次はエナメル塗料のダークグレーを使ってチッピングをしていきます。スポンジに塗料をつけてペーパーに押し当てて塗料を調節してからエッジ部分を中心に全パーツチッピングを施していきます。だいたいこれぐらいですね。こんな感じでスポンジをポンポンポンと押し当てていきます。エッジ以外にも広い面にもチッピングをしていきます。これを全パーツに施していきます。フェイズ7ドライブラシ。こちらもエナメル塗料のクロームシルバーでドライブラシをしていきます。筆の塗料がほとんど残ってない状態にしてからパーツのエッジ部分や広い面にドライブラシを行っていきます。あとは筆を押し当ててさっとこすると自然な感じでシルバーの傷がつきます。こんな感じですね。あとはフレームの関節部分や武器類、シールドにもドライブラシを行っていきます。フェイズ8エフェクト塗装。今回のために新しく購入したこちらの3点でエフェクトを追加塗装していきたいと思います。まずはオイルから。関節部にオイルのにじみを筆でつけていきます。探り探りやってます。間違ってたらご指南のほどよろしくお願いします。少し垂れてる感じでいい雰囲気で塗れたんじゃないでしょうか。次はホコリを使います。こちらは足のパーツを中心にちょんちょんと塗っていきました。つま先や足首のフレーム部分ですね。次は赤サビを塗っていきます。一部の縁の部分に赤サビを追加してみました。あとは一部のエッジ部分にも赤サビをつけています。で、今回結構良かったのが関節のフレーム部分ですね。こちら赤サビを塗ると使い古された感がぐっと増しました。こんな感じですね。ちょんちょんちょんと塗ってみました。雰囲気出ますね。次はウェザリングマスターの A セットのライトサンドでハイライトを加えていきます。シールドもエッジや大きな面に塗布していきます。スポンジにつける塗料を少なめにして全体的に薄く塗っています。他のパーツもバランスを見ながら少量を全体に塗ってハイライトを足していきます。こんな感じですね。若干見えるかなぐらいにして塗ってます。塗りすぎたらハケで調整しましょう。すべて終わればスーパークリアの艶消しを吹いていきます。ビームライフルのサイトは艶消しをせずウォッシングだけを済ませた状態で今回は使用します。フェイズ9光るツインアイ。すべてのパーツに艶消しのトップコートを吹き終えたのですが、ツインアイだけは最後に処理しないと光らないのでやっていきます。こちらの付属のホイールシールを使用していきます。あとはこちら100均で買えるラピーテープの黄色を使います。まずラピーテープをホイールシールの上にしっかりと貼り付けます。で、こちら半透明なので下が透けて見えるので黄色のツインアイの形に切り取っていきます。切るコツなんですが、デザインナイフを置いてそのまま押し込んでカットしていきます。デザインナイフを引いて切ろうとするとビニールっぽい素材なんで少し難儀するので、この方法が一番楽にカットできます。あとは一辺一辺丁寧に
デザインナイフを押し当ててツインアイの形に切り出していきます。で、カットが終わればピンセットで台紙部分を剥がしてツインアイを貼っていきます。かなり細かい作業なので泣きながらの作業になります。位置を調整して最後は圧着して終了です。仕上がりはこんな感じです。苦労した甲斐があってギラッと光ります。ファイナルフェイズ組み立て、ようやく完成ですね。ガンダム自体シンプルなのでいいんですが、この塗装方法他のキットでやると塗り分けとかゾッとしますよね。では胴部をつけて完成です。ということでこちら比較ですね。素組みの時背景が白だと白飛びしちゃうので黒にしています。比べるともう完全に別物ですよね。今回はサフからの筆塗り塗装、ウェザーリングの重ねでかなり複雑な色味が何十種類も混ざっているので HG なのにスケール感も増してかなり迫力ある仕上がりになりました。塗装の色味などは好みで調整していただければと思います。僕は今回結構汚し目で行っているんですが、イメージはドップとかマゼランアタックの大群と戦闘しているガンダムというコンセプトですね。仕上がりが分かりやすいように今回ズームで一周回しています。ズームにするともう少し丁寧にした方がいい部分もちょっと見えてきますね。反省部分は今後の制作に生かしていきます。ということでいかがだったでしょうか。今回はファーストガンダムの RX782 を筆塗り線塗装し、塗りムラを利用したウェザリングで仕上げてみました。僕はラッカー塗料で塗ったのですが、水性塗料でももちろんできるので、一度挑戦してみてはいかがでしょうか。この動画が良かったと思ったら、いいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。何か一つでもためになれば幸いです。では、また。